村山恵美子さん、当時22歳。爆心地からおよそ2キロ離れた南観音町の自宅で被爆しました。8月6日の朝、8時までに返すと言って大八車を借り、燃料にするための材木を夫と一緒に建物疎開の場所まで取りに行きました。自宅に戻り一息ついた時、窓の外に閃光が走り、ガラスが木っ端みじんに割れたといいます。今核兵器が使用されればこの世はなくなるのではないかと、核兵器の恐ろしさを語ります。東京とか呉でもね、毎晩呉でも空襲でしたよ。広島の上空通ってね、みんな呉行くの。そしたら焼夷弾がパッパーッと落ちるのが見えるの。呉はね、やっぱし軍港があったりしたからね、毎晩空襲でしたよ。ね、空襲の警報が鳴るたんびにね、防空壕へ飛び込むね、子供連れでねまあ朝方起きてくるんだけどねまあね、広島あえて広い、本当にひどいことになったけどね、まあ呉はほんま焼夷弾攻撃に屋根上がってね、はしごかけて水かけてね、バカなことよね焼夷弾消す稽古ばっかしよったんやろ家が燃えたらね、水かけて消すいうあれだったんよね。まあ食べるもんもろくになかった思いますけど、まあ、そうよね、電気もろくにつかないし、炭蒸しに炭塗ってこうつったりしてましたね。下のちょっとした明かりだけでね、まあ晴れ着はみんなお米と帰って一枚も残ってなかったけどね。それからお炭の調達に困りました。すす言うても分からんよね。河川のね、河川言ったら分かるよね。おしめはね、赤ちゃんかわいそうでしょ木綿と都合ってね、ただれたりするから言うんで、なるべくならまあ手を回して木綿のおしめを持ってる方にね変えてもらったりしましたよ。おしめ一組とお米一緒変えてもらったの覚えがあります。似島ですか、あそこへちょっと行ってましたね。白紙を徴収受けた時はね、建具屋なんですけどね、まあ陸軍のまあ兵舎のこう窓を作ったりいうようなことをしてましたね。安浦に海兵団ができてたんですよね。そこに仕事に行きよったんよね。そういう時々お魚手に入れたりお米を手に入れたりして、私も子供がお腹おったからね、私だけ広島へ帰ってたんです。時々あえて闇のものをね手に入れて持って帰ってくれおりましたね。警察に見つからんかったらなんとか持って帰れる見つかったらみんな没収されよった。燃料を自分で調整せんといけんかったから、建物疎開の木材をね、材木を自分で拾ってこないけんでしょ。調整せんと配給なんかなかったですからね。あの頃ガスもないしね、炭もないしね、七輪に薪をくべて炊くような状態でしたよね。主人は3時ごろ家を出ましたね。それでまあ子供は寝しといて、私は5時ごろ歩いて東海地の方へ行って主人と合流して材木第8積んで、近所のね小田裕也屋さんがあったんです。そこの第8車借りてね、8時な
帰ってよいう約束で帰るから言うんで行ったんです。そんでね、中島の方からこう住吉渡って帰って住吉橋の方でですかね、空襲警報のサイレンが鳴ったんですよね。で空襲警報になるあれだからはよか子供寝せとるからね、はよ帰らにゃ言うて、まあ第一車後押しして帰りましたよね。でまあ住吉橋の上の方でこれ生優隊言うてありましたよね。町内会からこう出られる方がね、劇優隊の人に軍歌歌いながらねこう来られるのに出会ったりしましたけどね。それでずっと帰って南観音の発出所ですね、辺まで戻ったら空襲警報解除になったんです。昼間にちょっと空襲警報いうのはあんまりないですよね。大概夜9時頃になったら空襲警報になりよりましたからね。それでまあそして解除になって安心して家間の前で材木を下ろしたりしたんです。車をで返してね、八百屋さんに。それで、主人も汗を拭きながら、それで子供あやそう思うた途端にピカーッと光って、6畳の大きな窓ガラスがバーッと光った瞬間に木っ端みじんに壊れてね、網戸がバーッと子供の上覆いかぶさってね、それで何事かわからんですが、主人がパーッと網戸を抜けて子供を抱えて表へ飛び出して、かすり傷も何にもしてませんでした。その上にガラスの破片が落ちたんでしょうね。それでパーッと抜けたら怪我も何もしてませんでしたね。ひどい爆風だったんじゃないですかね。それで私も壁になんかみんな落ちたからね、その後を追って何も持たずの表へ飛び出しましたよ。そしたらまあ皆さん方々からね、たくさん血を流した方なんかが出ておられましたよね。三菱行く広い道路ですよね、ちょうど前がね。そこにみんな近所の方がみんな出ておられましたよね。それでまあおまわりさんがね包帯しながらこうやって差配しおられましたがね、何が何だか分かりませんでした。日中の校舎がありましたよね、ちょっとあっち天満町寄りにね。そこがすぐ火を吹いたような気がしますがね、寄宿舎がね。息子さんなんかを名前を呼びながらね、資料館にあったお人形さんみたいにね、こういうなんで裸足でね歩いておられましたよ。それで私資料館の人形さんは本物だけどね思い朝ごはんも炊きおったんだけどね、爆風で吹っ飛んでね、外に管があったから吹っ飛んでご飯の中も一発砂が入ったんじゃないかなジャリジャリだったけど食べましたね、お腹空いとるからお昼過ぎはね。夜はまあ田舎の方からみんなおむすび作ってね、列車上送ってくださってね、おむすび食べたけどね、表の畑寝ましたよ。トマトやらナスビが植えてあったんですがね、あそこへ蚊帳引っ張ってきてね、蚊帳こうかけてね外へ寝ましたよ。ずっと外へ寝てましたね。家の中怖くて寝られんから、蚊帳にこう引っ張って寝るのにね、ナスビとかトマト植えてあるこう竹のあれがあるから、もう蚊帳いっぱい穴が開いて穴が開いたことがありますね。多くの保護の方がねみんなおむすび作って送ってくださるんだけど、暑いから傷むんですよね。ほいでそれをもったいないから皆さんこう近所の方が洗ってね、ほいで小田裕也屋さんが角にあったんです。そこのおじさんがね大きなお鍋を出してね、
みんなでこう炊いて食べましたね。近所の方がね洗ってね、何日かそういうことがありましたよ。こういう橋もね崩れたしね、それから西大橋から土手をずっと行ってこういう橋がないから電車の鉄橋を渡ったんですね。下に水が見えたら怖くて足が進まんようになってこうなってどうしようもなかったけど、男の方に手を引いてもらってやっとこういうに渡った覚えがありますね。橋の上の方で死んだ方にねこうむしろかぶしてあるねガスを吸うてこうやって膨れてね、ああいう方も何人か見ましたよ、橋の上で。大したことなかったですよ、恋の方はね。で親元も何事もなかったようですしね。それですぐ私戻ったと思いますよ。同じアパートにおった方がね実家が島根でね、私のところへ行こう言うて誘ってくださったからね、それでお世話になることにしたんです。それで長男のものと思ってね島根県へお世話になった。中郡いうとこだけどね、田舎の山の中でね寂しいとこでしたけどね。広島に台風がありましたよね。台風のね前日に帰ったんですよ。浜田へ出てね、浜田へ一晩泊まって、それで無害車に乗って帰った。無害車いうと分からんかな、動物牛やなんか乗せる屋根がない箱だけの貨車、あれ乗って帰ったの。兵隊さんが復員されるでしょう、内地の兵隊さんがね。だからね列車も超満員なんよね。それで乗るとこないから私らもう無害車に乗って、浜田から声まで帰りました。何にも変わってなかった少しは変わってるのかな思うて帰ったんだけど何にも変わってなかった。そのままだった。水も不自由だったしね。やっぱし主人は壊れたアパートで料金してましたからアパートに戻りました。それで、で台風のだから押し入れの半減の押し入れの下で子供前にしてこうやって我慢しとった投資ってわかるかな、丸曲げの芯に入っとるのがあるんよね。あれに油つけてこうしとったらこう灯火になって明かりになってね、そういうのそれをつけてね一晩中こうやっとりました軍用トラックですかね、左側へずらっと並んでましたね。荷台にみんな怪我された子供乗せちゃったりね、みんなあっこでおうとこない場所がないからおられたんじゃないですか。たくさんありましたよトラックがね。どうなったんか知らんけどね、左側にずらっとね。もうねほんま怖いの一言だったね。いやむごいと思います。いつまでもアパートおられんから三菱行くトラックが止まっとる反対側の歩道でしょうね、今頃言うたらそこへ、開ってきた柱立てて板がないから三菱の寮へ夜行っちゃう人がもうおられんでしょう、あれでね。
じゃあこう板剥がしてきてねほいでやっぱり一緒の太田さん言ってね一緒の方がおられたんです。男の方一人がねその人の隣に小屋建てられたから一緒にね夜行っちゃその板剥がしてきて剥がしてきてねほいでうっつけてバラック作ってそこへ住んでました。6畳にこう2畳ぐらいの足場があったんですか、その隣の方も2畳ぐらいの部屋一人住んでおられましたがねそこへだいぶおりましたよ。三菱の下に田辺いう酒井さんが今でもあるとかなんかあるんですがねそこのこう壊れたのを修理しに行ってましたね。隣のおる方太田さんいう方だったけどね一緒にね家の修理に行ってましたよ。酒屋さんだからねお酒があったんでしょうね。主人はね賃金の帰りにお酒をもらって帰りました。それでこう油と交換したり蜂蜜と交換したりしておりましたね。恋にありましたよね闇市がね。もう何でもありましたね。驚きましたね本当。高かったですよね。でもね値段は高かったけどこんなもんがどこにあったんかな思うほどいろんなものがありましたよ。お金も統制されとったから特別にはお金持ちはおられんかった思いますがねあの頃は。こんだけどこに物があったんだろう思うほどありましたね。そうじゃねはっきり覚えんけどなんとか生きてきたんよね。道路にああいうもん立っとる見苦しいからって米軍の命令でね動かないけんことになってねほいで近くに村上さんって建具屋さんがあったんです。そこに主人が行くことになってねそこの仕事場の2階へ住まわせてもらってましたね一時ね。でもね下でこう寒さしのぎに火を焚いたらね隙間からバーって煙が上がってくるような家だったけどね。でそこからね空財町に行ったんです。これ第一木工いう会社があってね木工会社があってねそこで女の子が2女が生まれたいう感じね。家はなかったと思いますよあの頃ね。壊れた家の跡を畑にして作りよった覚えがあります。相生橋の東側の川沿いね、ずっとバラックでしたねあそこは。県営市営住宅かな今建ってもねあれみんな収容されたんじゃないかな。ずらーっとねありましたよ相生橋の道天にね。私らの知った人も一人住んどったけどねそうよねみんな行き場がないからねああいうとこへバラック建てておられたんですよね。今も家が建ってますがねあの頃なんか空き地でお墓がの方あったんじゃないか墓石が転がっとったような覚えがありますがね第1回の花火大会があそこであったわけよ相生橋のとこで。見に行ったの覚えてます。近いからね空材からね。3年ぐらい経ってたんじゃないですかはっきり覚えてないけどね。何にもありませんでしたよ。大したことなかったですね。皆さんのように下痢をしたとかねあんな言葉なかったですよ。主人も子供もね大したあれもなかったですね。
黒雨はね、もう頭ペタペタするほどかぶりましたよ。外へ出とったんじゃから8時頃落ちて昼頃降ったんじゃないですかね。よく覚えませんけどね。大粒の黒いのがプッパプッパ落ちてね。そうですね、覚えがありますね。まあ何事もなかったですけどね。よう黒い雨でね、なんたらかんたら言ってよう新聞に出とるけど、私は何にもなかったですね。原爆で怪我したりようなあれは私はなかったですね。黒はやっぱり貧乏で貧乏だったんじゃないかな。食べるのがやっと生活じゃなかったと思いますよ。私は東條さんが一番嫌いじゃね。憎いよね。天皇のあれを押し切って、戦争にね巻き込んだいう私らにはそれがありますよね。でみんなにあんだけの苦しい思いさしてね、東條さんが一番憎いね。今の天皇さんでもね、ああやって戦時中に生まれてあったんだけど、天皇さんが生まれた時の奉祝に行ったのを覚えとるけどね、苦労されたと思いますよ。今後の方は平和でいいなと思います若い方でもね、私らもう戦争だったからね、もう小学校の頃から戦争が始まったんだから、こんだけ平和が続くいうことはね、今から戦争ないと思うけどね、核爆弾になったらもうみんなのこの世なくなるんじゃないかな使うあれはない持っとるぞって核みんなに言わす一人だけだと思うけどね、とても使われたら地球全滅じゃないかな、ああいう気がしますよ。持っとるぞってみんなお互いに誇示しとるよねでもこうやってピカに会うてもね、大して怪我もなしに今までこの年まで生かされとるからありがたいなと思うとります。こんな年まで生きるとは思いもしなんだけどね。